今日はジャーマンポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はジャーマンポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回はお弁当のおかずにぴったりなジャーマンポテトを作っていきたいと思います。なのでじゃがいものサイズ感もお弁当用に仕上げていきたいと思います。味付けのポイントやあとは作り方にもいろいろポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、玉ねぎ、スライスベーコン、ソーセージ、マヨネーズ、顆粒コンソメ、粒マスタード、お砂糖、黒胡椒、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもなんですけれども、今回使うじゃがいもの品種は煮崩れしにくいメークインを使っていきます。こちらね、男爵芋もねホクホクして美味しいんですけれども、結構男爵芋は煮崩れしやすいのでメークインを使うのがおすすめです。あとはですね、こちらハーフベーコンとソーセージを加えていくんですが、こちら片方だけでもいいですし、あとは厚切りベーコンを使っていただいても OK です。そして今回の隠し味はこちらマヨネーズです。このマヨネーズを今回は油代わりにしていきます。そうするととてもまろやかで美味しい仕上がりになります。そしてそこに少しねお砂糖を加えることでコクもアップしていきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにじゃがいもの皮を剥きましょう。でこのようにね芽もある時は芽もね必ず取り除いてください。はい、これで OK です。それではもう一つも同じように皮を剥いて芽を取り除きます。はい、これで OK です。そしたらですね、じゃがいもを切っていきます。切り方はねお好みで OK なんですけれども、今回はねお弁当用ということでお弁当に入れやすいサイズで切っていきます。切り方はねお好みの切り方で OK です。これを切ってで半分に切って、だいたい 1.5 センチから2センチ幅に切っていきます。このぐらいです。でこちら側も同じように縦に切ってで 1.5 センチから2センチ幅に切っていきます。普通にねおかずとして召し上がりたい時はもう少し大きいサイズで切っていただいても OK です。ではこちらも同じように切っていきます。はい、これで OK です。そしたらじゃがいものアク抜きをします。まずねボウルの中に入れましょう。でボウルに入れたらこのように水を入れて5分ほど水に浸してアク抜きをしてください。では続いてじゃがいものアク抜きをしている間にその他の具材を切っていきます。まず玉ねぎから切っていきます。玉ねぎはね薄切りにしていきます。まずこの根の部分を切り落とします。そして繊維に沿って薄切りしていきます。はい、玉ねぎはこれで OK です。続いてベーコンです。こちら厚切りを使っていただいてもいいですし、量はねお好みで変えていただいて OK です。でベーコンはね1センチ幅に切っていきます。切ったらね今重なってる状態なので手でね剥がしておきましょう。はい、ベーコンの準備はこれで OK です。続いてソーセージです。ソーセージはね大きさにもよるんですけれども、だいたいね2切れから3切れぐらいに切っていただくとちょうどいいかなと思います。ではこれを斜め切りにします。はい、こんな感じ。こちらも同じように切っていきます。はい、ソーセージはこれで OK です。はい、5分経ってじゃがいものアク抜きが終わりました。そしたら一度水を切ってください。はい、 OK です。でそしたらこのままボウルにふわっとラップをかけます。でラップをかけたらここにね1箇所空気の出入り口を作っておいてください。それではこのまま電子レンジ 600W で3分から4分ほど加熱します。電子レンジ 500W の場合はプラス 2,30 秒加熱してください。はい、3分加熱しました。ラップを外します。こんな感じです。だいたいね3分ぐらいね加熱していただければ大丈夫かなと思います。でそしたらねようじか竹串などでちょっとねじゃがいもを刺します。でこの時にだいたいね8割ぐらい火が通ってれば OK です。そうしましたらこのじゃがいもにちょっと下味をつけます。先に下味をつけておくことでコクがアップしてとても美味しくなります。でこの時にちょっとねこうやって斜めにして水分がある時はこの水分は取り除いてください。そして下味はこちらのお砂糖、そして塩1つまみでこの2つでね下味をつけていきます。でこれで絡めましょう。で
こうやって先にねお砂糖を絡めていただくことでじゃがいもに甘さのコクが加わってとても美味しくなります。じゃがいもの準備はこれで OK です。はい、それでは炒めていきます。まずねまだ火をつけない状態でここにマヨネーズを入れます。今回はこのマヨネーズが油代わりになります。でマヨネーズを使っていただくととてもまろやかなね仕上がりになります。でそしたら火にかけます。火加減は中火です。火にかけたらこちら玉ねぎを最初に入れましょう。であとはベーコンですね。はい、この2つを最初にね炒めていきます。マヨネーズが少し溶けてくるまで待ちましょう。はい、今ねじわじわじわっと音がしたの分かりますかね。そしたら全体にマヨネーズを絡めながら炒めていきます。でベーコンもね先に炒めていただくとちょっとベーコンからも油が出てね美味しくなります。はい、で玉ねぎがですね少し半透明になったらここにソーセージとあとはじゃがいもを入れます。はい、そしてこのタイミングで顆粒コンソメでこれを炒めていきます。で焦げないようにねしっかり全体を混ぜながら炒めましょう。はい、だいたい1分半ほど炒めたら一旦火を止めます。でここにですね最後粒マスタードとあとは塩そして黒胡椒です。そして火にかけます。火加減中火です。でこれで全体を混ぜましょう。でもしね焦げそうな場合は少し火を弱めていただいて OK です。はい、これで OK です。こんな感じに仕上がりました。きちんとねじゃがいもも煮崩れせず美味しそうに仕上がってます。そして最後ね味見をしていただいて塩で味を整えてください。これで完成です。はい、これでジャーマンポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ね上に彩りでパセリを散らしました。こちらはお好みで OK です。こんな感じでねじゃがいもも煮崩れせずにとても美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。味もしっかりしててなんていうんですかねじゃがいものホクホク感もありつつちょっとジャンキーなこの味がやみつきになりますね。じゃがいもにもねしっかり味が染みてて一口サイズでとても食べやすいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のジャーマンポテトのポイントです。まずですね、ジャーマンポテトを作る時なんですけれども、じゃがいもの品種はメークインがおすすめです。男爵芋もホクホクして美味しいんですけれども、男爵芋は煮崩れしやすいので、こういった炒め物をする時は煮崩れしにくいメークインがおすすめです。今回ね、お弁当用ということで、食べやすい一口サイズに切りました。こちらはですね、お好みで通常のおかずとして召し上がる時は、食べやすい大きさに切っていただいて OK です。で、このメークインなんですけれども、切ったら一度炒める前に電子レンジで少し加熱してください。そうすることで炒める時間を時短することができます。このね、炒める時間が少なくなることによって煮崩れもしにくくなります。あんまり長く炒めすぎるとメークインでも煮崩れしてしまう時があります。なので炒める前に少しね、電子レンジでだいたい8割ぐらい火を通していただくといいかなと思います。そして今回はですね、油の代わりにマヨネーズを使いました。このマヨネーズはですね、油の代わりになるのと、あと味わいがとてもまろやかになります。なのでぜひね、マヨネーズを使って炒めてみてください。で、あとはね、もう炒めるだけなのでとても簡単に作ることができます。今回はですね、じゃがいも以外にハーフベーコンとソーセージとあと玉ねぎを入れました。このハーフベーコンとソーセージはどちらか片方だけでもいいですし、ベーコンの場合は厚切りを使っていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。お弁当のおかずにもぴったりなのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はお弁当のおかずにぴったりなジャーマンポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。